はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのダーラです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は10月後半のタロットリーディングをさせていただきます。ちょうど10月15日が日食で、前回の動画で10月15日の日食からいい切り替えですねっていう話をしてたので、すごい大きな範囲ではなくちょっと短い範囲でこの2週間を見てみたいと思います。それからちょっとお知らせですが、カペラノートをご予約いただいた皆さんありがとうございます。こちらは11月の頭から順次発送していきますので、お届けまでもう少々お待ちください。そして10月20日までにご予約いただいた方にはご予約特典として4名様に私の鑑定をプレゼントさせていただきます。この鑑定は抽選方法は至ってシンプルで、このご購入予約していただいた方に送るときに当たっている方にはもう当選のカードが入ってますので、そのカードを元にご連絡いただいて、日時を決めて Zoom でお話しするという形になります。ということで、もしご興味ある方は10月20日までにお申し込みいただければと思います。では早速いきましょう。10月後半のいて座さんです。お願いします。10月は確か、人間関係が良かったですよね。何か嬉しいこととかありましたでしょうか。ちょっと見てみましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、ワンドキング、死神、ワンドナイト、カップ8の逆、ペンタクルス4、女帝逆とソードエースですね。気をつけることや対策はペンタクルス6とフールとオラクルはソードの2の逆です。前もね言ったかもしれないんですけど、やっぱり星で見た時に、とてもその仲間とか人間関係がいい時であり、なおかつ何か一つ自分がここまでやってきたことをなんか達成するというか、何か一つ自分の中でよくやったぞっていう感覚をもとに次のステップに進んでいきたくなるみたいなね、何か一つ卒業していくみたいなタイミングでもあるんですが、カードで見てもやはりここまでよくやってきたぞみたいなちょっと自分を褒めたくなるような、自負するようなエネルギーがありますね。これしっかりやってきたんだなっていう感じです。この過去にもワンドのナイトも出てますし、自分なりに努力したことがあるぞみたいな、そんな感じですね。でそれをおそらく満足がいったのか、自分の中で満足がいったのか、もうここまでやったしなとか十分やったなっていう感覚をもとに、なんかちょっと雰囲気を変えていきたいみたいな感じが出ます。完全にそれをやめるとかではなく、同じことに携わっていながらでも、前までの目標はこれだったけど、ここからは違う目標を立ててこういうふうにやっていくよというような切り替えがあるのかもしれませんね。今本当に自分に必要なものは何かっていうのは、なんかいて座の皆さん分かってるっていう感じがして、その分かってるといいですよね。もうそれを求めていけばいいだけだから、なくしたくないし頑張っていきたいしっていうことで、なんかこれまでの動きっていうのはちょっと動きが早かったり、すごくスピーディーだったり、何か一歩ずつちゃんとやってきたよっていう動きがあり、で10月一つ達成して少しなんていうのかな、なんか上り詰めた先のちょっと平らな道に到着するみたいな感じがあって、そこでもう一度英気を養うというか、自分のバイタリティとか体力も回復したりとかもそうだし、あとお金ももしこれまで結構使ってたとしたら少しセーブしようとか、大事なものを温めていこうみたいな感じがあります。でもとっても何か満たされている感覚があり、自分になんかご褒美与えようっていうね、ここまでやってきたからちゃんとご褒美与えようっていう形もあり、そしてまた潔く決意して進んでいける2週間なんだなというふうに思いました。とてもバランス取れてますね。なんか変な言い方なんですけどね、オラクルはバランスが取れてる感じではないんですが、その他の部分で見ると非常にバランスが取れてるんです。行動したことに対しての自分の納得のいく感覚とか、体をそこまで酷使せずにちゃんと休もうとか、大事にしていくものを大事にしていこうとか、いらないものを捨てていこうみたいな、とってもなんかここはクリアでバランスの取れた肉体も精神もなんか意識も全てがうまく整えられようとしているっていう感じがするので、私から見るととてもいい感じなんですね。でもオラクルが言ってるこのソード2っていうのは何なんでしょうね。ちょっと見てみましょうかね。
あれみたいです。一つ何かやはり一つちょっと達成するっていうかね、年内で遅くても年内で達成するんだと思うんですけど、早い方はもう10月に何かを達成して次に行くっていう時にやっぱり達成するとすごく嬉しいんだけど、何かが終わるわけですよね。その終わって新しく始まるっていうところのこの切り替えがあるよっていうメッセージだと思いました。でどのようにその切り替えしていくかっていうところで、これまでも十分頑張ってきたから違う形で頑張っていくのかっていうのがまだ今はちょっと分かりづらいのかなって感じがしますね。ちょっと見てみますね。ワンド Q とワールドとソード8の逆ということで、そうですね、ちょっと私が個人的に思うことなんですけど、あの今までのやり方でそこそこうまくいった、自分でも納得いくぐらいはできたっていう感じがあるんですね。でここからまた、自分を甘やかしすぎずに、だけどそんなに執着もしすぎずに、新しく何かをやっていきましょう、切り込んでいきましょうっていう時に、その相手の顔色を伺ったりとか、この場を乱さないようにしようっていうふうにしたくなるのかなと思ったんですね。せっかくね仲良くいってるしとか、うまくここまで信頼を築いてきたしとかっていうのはあるかもしれないんですけど、一瞬それが壊れるかもしれないけど、壊れませんから、壊れてもいいっていうぐらいの勢いで、何か今まで自分をセーブしていたもの、言いたくても言えなかったことっていうのをしっかりと表現していくことで、これまた一つ何かねちゃんと完成するんですよっていうふうに言われてるんですね。ここでもなんかまだ自分の中ではまだ怖いですとか、ちょっと準備ができてませんとか、いやいやいやそんなこと言ったらダメですよねって思う気持ちがあるかもしれないけれど、でもそうすることによってわざと状況を揺さぶることによって新しい世界が生まれてきますよっていうふうに言われてると思ったんです。体とかも結構そうだったりしますよね。わざとなんかどこかが悪くなってそこをちゃんとフォローする、修復するような形でもう一度体を作り直すみたいなのがあるように、傷を作ってそこからもう一度きれいに治すっていう、そういう作用があるように、何かこう今の状況、自分が生きてる環境とか状況とか人との関係性の中で、このまま何もなく穏便にいくというよりは、あえてねちょっと切り込んでみて、そして一瞬なんかグラッとするかもしれないけど全然気にしないでくださいと。そうすることによってもう一度いい形で一つの世界ができますよっていうできますよというメッセージがあり、おそらくいて座の皆さんの中でもし何かを切り込むとしても、それってなんか自分の私利私欲のためではなく、誰かのためになることを、これってこの状況にはこうした方がいいよねっていうようなことだと思うんですね。でそれを言うか言うまいか、別にどっちでもいいわって思うかもしれないんですけど、いやここはあえて言ってもらってもいいんじゃないかなと思いました。このオラクルのメッセージっていうのは結構レッスンであることが多くて、よかったねみたいなだけじゃなくて、もっとこういうことに気をつけたらもっと豊かになるよとか、もっと何かね想定外のいい流れになりますよっていうメッセージだったりするので、現実はすごくうまくやっている感じがするんです。いて座の皆さんなりにね。だからあえて突っ込んでみる、ちょっと壊してみるぐらいの勢いでいくと、それがまたいいカンフル剤になって、またさらにいい世界が出来上がるという感じがしました。なのでこれを皆さんの状況、人間関係でもお仕事でもご自身のプライベートなことを全てに当てはめて考えてみてください。はい、ということで今回ちょっとあっさりめですがここまでにしておきます。次回はまたね11月のタロットリーディングをアップさせていただきます。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。